皆さんこんにちは、リーザです。今日は日本の伝統文化である書道の世界をご紹介したいと思います。日本には書き初めという紙面に初めて文字を書く伝統があります。今回は在日ウクライナ人の皆さんと一緒にこの書き初めを体験してきました。ウクライナ文化協会が今回ご指導いただいたのは書道のリホ先生です。とても穏やかで優しい雰囲気の中にも芯のある素敵な先生でした。説明もとてもわかりやすく、筆の持ち方や墨の含ませ方、線に気持ちを込めることなど一つ一つ丁寧に教えてくださいました。今回の動画は私の視点から撮影した映像が多くなっています。会場では準備や進行がとてもスムーズに進んでいて、荷物も多く他の人に撮影をお願いする余裕がありませんでした。そのため今回は私が実際に見て感じたままの視点でこの体験をお届けしたいと思います。みたいな感じですか？Переноситися в майбутнє. 一般的なサイズなんですね。ノーマルサイズのジャパニーズブラッシュかな。ペンズになりますけれど、大きいね字を書くために Для великих іерогліфів こういう використовують サイズのもの ось такі пензлі. 席は2つつけて書き換えたのはそれは1つだと思ってた。あ、そうなんですね。2本なんです。こういったサイズのものとかもありますし、あとね、ここに見えてるんですけれど、Є такі, і ось ベリービッグサイズ。 На полону малюють також великі іерогліфи на підлозі. А для чого? Вона так кілограма Ну, ось такі сьогодні вона малювала, і ще більше. Я зрозумів, для чого? В магазинах, на вулиці. Магазини, да, якісь там на новорічне вони пишуть. Що? Перформанс. Для виступові такі. Дуже гарно. ありがとうございます。これは3万円ぐらい。12万円。これは動物の毛を使ってます。はい。動物の毛をね、ちょっと使わせていただいて、私たちは日々字をね、書いております。 Використовується з тварин і ми ними малюємо. あ、これ私の道具はすべて馬です。 Всі її інструменти з кінського волосу. なぜかというと、ちょっと硬くって書きやすいっていう特徴があります。 Кінський волос, він більш такий твердий і їй зручно ним писати. あ、皆さんの筆も全部馬です。 Ті пензлі, які у вас на столі, то書道で使われる筆はすべて手作りです。馬の尻尾の毛やヤギの毛が使われていて、その弾力がとても重要だそうです。練習用の小さな筆でも価格はおよそ2000円ほど。プロが使う大きな筆になると10万近くするものもあります。大きな作品を書くための筆は重さが3キロ以上になることもあり、墨を含ませるとさらに重くなります。書道は手先だけでなく体全体を使う表現なのだと感じました。触ってみてください。 пробуйте свої листочки спробувати. すごく薄くて。薄いですよね。薄いものもあれば、結構これ厚みのある紙。 Є ось такі цупкі. 今皆さんに配っている紙よりも薄い紙もあります。 Цей папір ще で、表と裏で手触りが違うので、ちょっと触ってみてください。 спробуйте є. 今回は自分が描いている姿をあまり撮影できていません。ですが、筆を持つ手の感覚や紙との距離感、緊張感はこの視点だからこそ伝えられると思いました。これは
植物を燃やしてできてるものなんですね。Це ну просто чорнило, це 書道には書き直しや修正がありません。一度書いた線はそのまま作品として残ります。この道具すずりって言うんですけれど、 ось цей інструмент називається сузурі. で水を入れてこの墨をこうやって吸ってインクが出ます。 Тут з цього з водичка перетворюється на чорнило. でするとすごい墨の香りが出てきて書く前のこうリラックスタイムになるんですね。 Коли вони оце труть, だからこそ今この瞬間に意識を集中させる必要があります。Попробуй, йди на язик. з якої рослини він вгадає. ああ、そうかもしれない。ですね。Що там Кіра? どの植物使って今回私が選んだ言葉は有限です。言葉では説明しきれない奥深く静かな美しさを意味する言葉です。そのつかめない美しさを形にしようとするほど筆先は思い通りに動かず、まるで生き物のように感じました。なのでこれも手で作られたものですし、すずりも石から作っているものです。はい。 Ось цей папір, це теж ручна робота. І отой камінь, на якому розтирають цю сажу, це також ручна робота. はい、この筆もですし、皆さんの筆も一本一本手作りで作られているので、職人さんの気持ちがすごいこもっている道具を私たちは使わせていただいてます。 Ось це великий. なのでこう墨を吸ったりとか準備もすごく丁寧にやりますし、片付けも大事な道具なので丁寧にこうケアして片付けるのも気をつけてます。 Так, не треба. Як у вчителя, так? Це прям ідеальне. З собою кампики начитати. Тому ну, він робить каліграфії, що до ось ці два. 今皆さんにお渡ししているような筆と紙が基本にはなります。学校から小学校から小学校でも、学びますし、小学校とあと中学校も学校によってはあると思うんですけど、あとは町の書道教室ですね。私はそうでした。になってもまた駅の近いところに通ったり、今も、大阪にいる先生に学んでます。書道とか普段手紙もですし、お仕事で何か字を書くこととか、あとは日本の文化なんですけど、誰かに物を送るときにのしっていう紙を貼っつけて名前を書くんですね。結婚式とかお祝儀とかлисти нам буває там. 行きたいなと思うんですけれど、まずどんな文字を書きたいかを決めていきたいと思います。で、今私が準備してきたのが愛と希望と平和がお手本があるので、それ以外の言葉ウクライナ語でイメージして意味を伝えていただければ漢字でお手本を書くとかもできますので、まず漢字を決めていただいて練習に入っていきます。Іерогліф написати, вона вас вислухає, напише, як вам гарно допоможе, як написати. Як? Ей? Вічність чи ні? Ей на ей пиши. 永遠の絵が欲しいです。じゃあちょっとまた後で書いてきますね。Щорі така. これってオープだけ。До平和の Хто знає, який іерогліф був вибраний в цьому році в Японії? Я, І я. Кума. Точно, Хальчика. Медведь. Вони щороку в кінці перед самим новим 希望が平和がいい方はお手本書いてきてありますし、で他の言葉がよかったら教えてください。私がお手本書きますので。 Хто хоче вибрати з
Зліва направо, зверху вниз.ブラシペンここ全部下ろしてくださいね。多分人によっては硬いやつあると思うので全部こうやってやります。 Є нові пензлики, вони дуже жорсткі, будь ласка, в них їх трошки розшевеліть. でそしたら毛の部分全部インクつけてください。で全部つけて拭いながらこう量を調節します。 А потім, так, ви вмовкуєте і потім знімаєте фарбу об тарілочку, так. 私は絵を描く仕事をしていて、筆を持つようになってからはもう20年以上になります。そのため正直なところ、書道もある程度は描けるのではないかと思っていました。ですが実際に体験してみると、書道はまた特別の世界でした。絵が描けるからといって漢字を美しく力強く描けるわけではありません。むしろその感覚が邪魔になることもあると感じました。書道は上手に書くことよりもその瞬間の自分の状態がそのまま現れる表現だと感じました。日本で生活する中でまた一つ新しい深さに触れられた時間でした。あんなに大きな紙にあれほど美しく堂々とした字を書く姿を間近で見られたことは私にとってとても貴重な体験でした。改めて日本の伝統文化の奥深さを実感しました。